開始しています。そうでございます。調子悪い。ステレオになるのにほら接触がね、はい。寒いですね。忘れちゃった。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。1月1日金曜日、2021年最初の LA モーニングスタートしました。お相手は私、新海圭樹と蓮見健一です。いやーいやーですね。明けましたね。新年になりました。はい、新年ね、一番最初の LA モーニングを勝見さんと私、新海でお送りするということになるんですが、金曜日に当たるっていうのはね、少ないですけどもね。今まで勝見さん、あまりこう、ね、元旦っていうのは今まで経験なかったですね。なかったですよね。はい。はい。まあでもなんか、こうやってね、新年一番最初の放送、こうやって声を出せるというのは嬉しいことですよね。そうですよね。第一声でございます。第一声なんですよね。初日の出みたいな。ね、そうですよ。皆さん方いかがですかね、もう日本でね、お聞きの方はもう1日前に開けていらっしゃって、まあこのね、ロサンゼルス西海岸というのは、年が明けるのは世界でも割と遅い方。そうなんですよね。日本だと今もう元旦の夜中。いや、もう2日になってますね。2日になってるね。でも2日の早朝でしょ。そう、まだまだ元旦の夜中と言った方がね、いいかもしれないですね。ピンとくるんだけどもね。そうですね。はい。まあ、こんなね、いろんな地域で聞いてくださっている中で、ロサンゼルスはね、非常にいい天気となっております。日本ではね、数年に一度クラスの強い寒気の影響で、日本海側を中心に大雪が降ってるんですね。新潟県とか北陸、新潟のあの方、越後の優里さんですか？はい。ねえ、お酒飲みたいな、雪の中で。東北の、それから日本海側の山沿いを中心に雪がじゃんじゃん降りましてね、2日もまだ降り続くというような、日本の気象台が出していますからね、あれがではございませんから。さあ、でも天気はね、どうでしょうね。当地の方ではね、まあ、ロサンゼルスは、まあ、例によってね、大きな変化はございません。まあ、天気はずっといい天気が続いておりまして、この間1週間前に雨が降ったんですよ、ね。珍しくね。あれは数ヶ月
はい。今もアメリカ東の方ではね、うん。この元旦からずーっとね、はい。寒気が入っても大変な雪で、被害も出ておるんですけども、ロサンゼルスは、まあ、気温来ないしかないか。昨日はね、ダウンタウンで最高気温が70まで行きました。うん最高気温が68なんですよ。はい。はい。さて、今日なんですけども、ダウンタウンで69、明日の土曜日が66、うん。バレー方面でも66、海岸で67。まあ、冬型っていうとね、この、ダウンタウンを中心に、海岸の方、内陸の方、大体同じなんですよね。はい。むしろ内陸の方が夏場は気温が上がるんだけれども、冬場は低いんですけどもね。はい。ダウンタウンで日曜日は64度、月曜日が63度、火曜日が65度、水曜日が67、木曜日が67、こんな数字が並んでおります。来週の中頃小雨になるかなと、雨がない、本当欲しいんですけどもね、こんな元旦でございまして、非常に綺麗な、そうですね。日でございますが、このスタジオにもね、太陽が差し込んでおりますね。はい。ブラインドを下げないと、なんか眩しくてしょうがないという感じ。ちょうどね、勝美さんの座ってるところに直射日光が当たってしまうんですね。はい。日の出が6時59分、日の入りが4時54分。これからだんだんとね、夜が短くなっていくんですよね。はい。この間の冬至からね、はい。春10日らしでございます。はい。はい。さあ、では、交通状況を見ていきましょうと言ってもですね、このロサンゼルス、オレンジカウンティ、そしてバレー方面、イースト LA、ウエスト LA、そしてこのサウスベイ含めて混んでる箇所は見られませんね。車が見えません。さすがに今日は道路が空いておりますが、やっぱりね、何度もこの話をさせていただきますけど、飛ばしてる車が多いんですよ。本当に。なので、自分がね、もう気をつけていても、もらい事故なんていうこともありえますので、とにかく、こういう時はですね、安全運転をいつも以上に、まあね、今朝なんかはね、全然フリーウェイに前後車がないのにね、いきなりね、スバーって走ってくる。いけませんね、あれはね。空いていても混んでいても、制限速度は制限速度。まあ制限速度をね、10マイルぐらいまでは行ってもいいんだけども、80超えてはいけませんね。基本的には、はい、制限速度を守るというところが重要だと思いますので、この後も安全運転をお続けください。さあ、今日もですね、ラジオの前のあなた、1月1日ね、ゆっくり寝られてる方もいらっしゃると思いますが、もしも起きていてですね、この番組聞いてくださっている方は、メッセージ送ってみてください。E メールの方、radio@tjsla.com、radio@tjsla.com、あるいは TJS ラジオウェブサイトトップページにありますメッセージフォームからお送りください。そして今日もですね、1月1日放送 LA モーニングというタイトルで YouTube ライブをお送りしています。ね、YouTube 見ることができるよなんていう方はですね、YouTube 立ち上げてみてください。で、検索でアルファベットで TJS スペースラジオと入力してください。そうしますとですね、今日のこのスタジオの様子、今、かすみさん手を振ってくれてますが、今日もね、ハンチングをかぶっております。そんなかすみさんが。寒いからね、頭がほら、はげてるから余計寒いんだよ。いや、そうか、それで被ってるんですね。チャットもありますので、ぜひ、チャットでリアルタイムでね、メッセージを交換してみましょう、皆さん。まず、K さんはね、サンペドロから、明けましておめでとうございます。静かな、ね、新年を迎えられたということです。そして、サムさんはね、イースト LA からですね、アーケディアから明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたしますと。冷えてますね。45度ということです。そして川崎から、日本の川崎からヤスさん、川崎のヤスさん、アメリカ在住でこの番組をお聞きの皆様、新年明けましておめでとうございます。そしておはようございますと。で、かすみさん、はじめましてというふうに来ております。はい。はい、日本から、川崎のヤスさんが書き込んでくださってます。ヤスさんって多いのねえ。はい。
こちらは川崎でございますね。はい。はい。そして、ステゴガールさんもおはようございます。初日の出見逃した。そうですか。TGS ラジオの、近辺から撮った初日の出の写真をですね、なんてことのない写真ですが、Facebook と Twitter にアップしております。Facebook は TGS ラジオの Facebook ですね。Twitter はハッシュタグで TGS ラジオあるいはハッシュタグ LA モーニングなんて探していただければ出てくると思います。マサさんもおはようございます。明けましておめでとうございますと。今年もよろしくお願いします。そして、完熟トマトさんは山梨からおはようございます。パパさんね、いいメールいただいておりますけどね。写真もたくさんありました。はい、パパさんもですけどね。はい、完熟トマトさんでございます。山梨はですね、寒いですね。マイナス 1.4 度。ね、そして、越後のゆうりさん、おはようございます。ゆうりさん、雪大丈夫ですかね。あと、マッフルさんもおはようございます。マッキーさん、今年もどうぞよろしくお願いいたします。こちらこそお願いいたします。さあ、シアトルからシアトルタイガーさんも明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。そして、あやみとことみのパパさんも、明けましておめでとうございます。かつみさん、帽子がおしゃれだっていうふうに言ってますよ。はい。そして、チャオさん、おはようございます。そして、イースト LA のヤスさんもおはようございます。バレーからニューヨークへまた行きたいさんも明けましておめでとうございます。さあ、皆さんも参加してみてはいかがでしょうか。あけみんさんは神戸からですね。明けましておめでとうございますと、神戸はお天気でしたが、風の強い一日でしたと。ね。皆さんもですね、ここはこんなだよ、なんていう情報あれば、ぜひお送りください。さあ、今日もですね、この後午前9時まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。こちらこそ本年もよろしくお願いいたします。さて、2021年にメディケアで何か新しい情報ありますか？メディケアプランを変更されたい方は3月まで変更が可能になりました。どんな新しいメディケアアドバンテージが出ましたか？例えば、掛け金ゼロで$2000までのデンタル PPO プランがついているとか、パート B の掛け金を月々$125まで負担してくれるプランなんかどうでしょう。変更希望の方は桐原までご連絡ください。さて、ここでお知らせです。毎週第2と第4土曜日、午後1時から2時まで Zoom による無料メディケアセミナーを開催いたします。参加希望の方は、希望日、氏名、生年月日、住所、電話番号を info@ 保険 411.com の桐原メディケア宛てにメールしてください。そしてもう一つお知らせがあります。リスナーの中にカイロプラクター、鍼灸師、歯科医師、メガネ屋さんがいらっしゃいましたらコラボレーションしませんか？詳しくは310-381-9505の桐原さんまで直接ご連絡ください。さあ、では1月1日のニュースいきましょうか。アメリカから日本のニュースです。元旦の1日、皇居では新年祝賀の儀が行われ、天皇陛下が国民の幸せと国の発展を祈りますと新年の挨拶をされました。皇居宮殿の松の間では午前11時過ぎから天皇皇后両陛下が秋篠宮様など皇族方とともに儀式に臨まれました。午後からは120の国と地域の大使などが皇居宮殿を訪れました。華やかな民族衣装を身につけた大使などは順番に両陛下の前に進んで新年の挨拶をしていました。皇居では毎年正月2日に新年の一般参賀が行われますが、今年は感染拡大防止のため実施されず、これに代わる形で天皇陛下のメッセージが1日から宮内庁のホームページで公開されております。天皇陛下と皇后様が国民に向けたメッセージでお言葉を述べられるのは今回が初めてで、7分間近くにわたるメッセージのほとんどがコロナウイルスに直面する人々への思いを語られたものとなりました。菅総理大臣は
令和3年の年頭にあたって所願を発表し、コロナウイルスの感染拡大防止と経済回復に総力を挙げて取り組み、国民のために働く内閣として全力を尽くす考えを改めて示しました。この中で菅総理大臣は、コロナウイルスの感染拡大が続き、経済状態も依然厳しい中、まずはこれ以上の感染拡大を食い止めるべく全力を尽くすとしています。その上で国民の命と暮らしを守り抜くことを誓い、感染拡大防止と経済の回復に総力を挙げて取り組むとして、ポストコロナの新しい社会づくりを社会を作り上げることとしています。また、イノベーションを目指す大胆な投資を率先して支援するほか、観光政策などを通じて地方経済を活性化させる考えを示しています。外交政策について、日米同盟を基軸に自由で開かれたインド太平洋を実現するための取り組みを戦略的に進めていくとともに、近隣諸国との安定的な関係を築いていくとしています。菅総理大臣の年頭書簡であります。毎年大勢の人が集まって新年を祝う東京渋谷区ではカウントダウンイベントなどが中止されて、例年に比べて静かな年越しとなりました。東京の渋谷駅周辺では毎年のカウントダウンなどのイベントが開かれて、毎年10万人以上の人が集まっていましたが、コロナウイルスの感染拡大防止のため全て中止されました。また、広告などが表示される大型ビジョンは午後11時に停止されて、渋谷駅に乗り入れている鉄道各社は終夜運転を取りやめました。日付が変わる時間帯には一時的に人手が増えて写真撮影をするなどしていましたが、カウントダウンをする大きな声も上がらずに、例年に比べて静かな年越しとなりました。アメリカですが、恒例のニューヨークなんですけども、ニューヨークのカウントダウン、新年を迎えるこの恒例のカウントダウンの催しが行われたんですが、今回はコロナウイルスの影響で市民や観光客は来場が制限されて、代わりに医療従事者らが招かれました。テレビの画面見ますとね、日本からの方がね、画面に出ておりましてね、わあ、すごいなーっていう感じだったんです。意外と人が集まってるなっていうふうに思ったんですけどね。そうなんですよね。さて、ニューヨークの経済の方なんですけども、今日はこれもちろん90でございますからね、数字の動きっていうのはございませんが、昨日年末、昨年31日の終値なんですけども、ダウ工業130種平均は196ドル92セント上がりまして、3606ドル48セント。ナスダックも 18.28 ポイント上がって、12,888.30 ポイントですね。それから SP500 も 24.03 ポイント上がりまして、3,756.07 ポイント。すべて上がっております。そうですね。これ、あとね、これ喋っていくとあれだけどもね、非常にもう非常最高値になっておりまして、これ日本でもそうなんですよね。このコロナに負けず、イケイケどんどんでいきましょう。そうですね。円ドルが103円19銭でね。円が強いですね。強いですね。はい。日本行くのはちょっとやばいかな。こっちから行くとね、ドルの価値が下がりますからね。日本の総務省は31日、今年1月1日の時点の人口推計を発表しました。20歳の新成人は昨年に比べて2万人増加の124万人、男性が64万人、女性が60万人で2年ぶりに増加に転じました。総務省は0年2000年の出生数が前年より1万人ほど多かったことなどが要因だろうとしておりまして、政治も上がっておりますね。
人口推計は国勢調査をもとに、その後の人口の動きから算出していますが、総人口はと言いますと、日本ですね、7月1日現在、1億2556万人。1億2000、あ、そうなんだ。それでこの20歳のこの新成人が占める割合はうん。 0.99%。1% を下回ってるんですよ。そうか、1億3000万人切っちゃってるんですね。1億3000万を切りましてね。はあ。 1億2556万人。ということなんですけどね。はい。ところで今年は、私もそうなんですけども、もうでございまして、牛年ですよね。はい。牛年生まれの男性は517万人、女性の方が多くて549万人、合計で1066万人が牛年生まれた。ということなんですけどもね。これはね、十二支の中で、ね、いに続いて3番目に多いんですよ。そうか。牛年生まれがね。はい。最も若いのは12歳の方なんですけども、これ、平成21年生まれなんですが、106万人。だから、今年84歳になる。あ、私だ、これ。昭和12年、1934年生まれの109万人よりも、ヤングの方が少ないんですよね。そういうことか。で、今年96歳になるね。本当尊敬いたしますね。96歳になる大正14年生まれの方は19万人というのが総務省から出ておりますね。はい。こんなところでございます。はい。時刻は8時20分です。伊藤のデンタルアベニューでおなじみのリトル東京ホンダプラザデンタルクリニック、そしてコスタメサザ・ロフトデンタルスタジオ、インプラントロジストの伊藤浩一先生が日本語でじっくり説明、そして治療をします。一般歯科からインビザライン矯正まで安心安全の歯科医院。詳しくは電話714-549-7030、またはウェブサイト www.loftdental.com をご覧ください。ロサンゼルスから注目のトピックス満載でお送りしているスイートディグス LA。 明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。新海さん、今年の抱負を一言で。もっちりと歯ごたえがある感じ。それ麺の好みですよね。麺です。スイートディグス LA は土曜日夕方6時から。さあ、1月1日、今日は何の日と言ってももちろん元日ではあるんですが。今日は何の日ねえ。あれはどっか行っちゃった。じゃあ、まず探していただく間に乱太郎さんからね、いただいております。今日は何の日？たくさんあるんだけどもね。まあ、元旦だからね、特に言うことはないんですけどもね。初詣。初詣もね、出足はね、例年よりも少ないですよね。そうですよね。あと、1日言うとね、いろいろあるんですけどもね。いろいろある。そうね。確かにね。神戸港の開港記念日。そうなんですね。そして神戸のね、神戸港がね、外国船の停泊地として開港したのが1868年なんですよ。慶応3年ですね。それから、国際的にはスーダンの独立記念日、スーダンが1899年以降、イギリスの統治下にあったんですけども、そのスーダンが1956年に独立しました。それからハイチですよね。ハイチ。中米のハイチ、フランスから独立したのが1804年1月1日です。それから、ブルーネ。これも独立記念日。このこと言ったら怒られちゃうな。イギリスから独立したのが、ブルーネが独立したのが1956年なんですよね。あと、あれですよ。天皇陛下。初代天皇陛下。神武天皇。即位されたのがね、
石がついたあ、そうなんですね。紀元前660年。おお。ね、ございますけどね。そうですかは日本国を建国したうん。人物でございます。はい。はい。あとですね、乱太郎さんから、1863年のこの日、リンカーン大統領が奴隷解放宣言を、布告した日ということです、ね。そうなんですよ。あとは、1914年、フロリダのセントピーターズバーグとタンパの間で飛行機の定期輸送が開始されたとはい。はい。いうようなこともね、また後ほどですね、これはミュージックプロムナードでもお伝えしていきたいと思います。はい。乱太郎さん。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。おはようございます。オレンジカウンティコスタメサ菅モータースです。菅モータースでは新車有料中古車の販売、買い取り、板金、修理を行っております。小さな傷から大きなへこみまで保険対応、見積もり無料、熟練したスタッフがお待ちしております。場所はコスタメサ三つはすぐ裏。詳しくは www.sugamotors.com 電話949-631-3323まで。ドラ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 ゴンゴット、ドラ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 ゴンゴット、開運するならドラゴンゴット。間取り図一つで風水鑑定。運気を上げるにはまず家だ。家、四柱推命、生年月日。運勢改善パーフェクト。家、ドラ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 ゴンゴット。サイレナッパナ一泊い。310A787A1891。TJS Sports. では、スポーツニュースいきましょう。まずはですね、こんな話題から、シカゴカブスからトレードでサンディエゴパドレスに移籍したダルビッシュ有投手が31日オンライン会見を行いました。ダルビッシュ投手は移籍について本当にびっくりしたとした上で、パドレスはメジャーリーグで今最高のチームの一つなので加わることができてすごく楽しみ。今シーズンも自分の力が通用するかパドレスと対戦してみたいと思っていたと、トレードを前向きに捉えて話しました。一方、3年間所属したカブスについては、怪我もあり、本当に周りに支えられた3年間だった。普段からよく泣くタイプだが、移籍が決まってからはすごく泣いたと話して、会見中にも涙を見せる場面がありました。サンディエゴパドレスと言いますと、今シーズン14年ぶりにプレーオフに進出しましたね。このオフ、ダルビッシュ有投手の他にもタンパベイレイズから一昨年のサイ・ヤング賞ですね、ブレイク・スネル投手が加入するなど大型補強にパドレス乗り出しています。で、ダルビッシュ投手の背番号、パドレスではですね、日本ハムやカブスでもつけていた11になるということです。続いてバスケットボールです。NBA で2年目を迎えたワシントン・ウィザーズの八村塁選手。結膜炎で開幕戦から4試合欠場が続いていたんですが、31日昨日ですね、本拠地のワシントンで行われたシカゴブルーズ戦で今シーズン初めて出場しました。八村選手は先発出場しまして、第1クォーターの開始31秒にスリーポイントシュートでチーム初得点を挙げました。八村選手およそ25分の出場で17得点、リバウンドが5つ、アシスト3つをマークしましたが、試合はウィザーズ130対133で競り負けて開幕5連敗ですね。また、トロントラプターズと 2way 契約を結んだ渡邊雄太選手もニューヨークニックス戦で今シーズン初めて出場しました。途中出場の渡邊選手、およそ9分半プレーしまして、得点を挙げることできませんでしたが、リバウンド4つ、アシスト1つを記録しました。試合はラプターズが100対83で勝ちました。その他昨日はペイサーズ、ロケッツ、セブンティシクサーズ、ペリカンズ、サンズがそれぞれ勝ちました。そして元日恒例といえば、カレッジフットボールのプレーオフ、ローズボールですよね。今年のローズボールは、インディアナ州のノートルダム大学とアラバマ大学の対戦なんですが、会場、今年はパサデナのローズボールのスタジアムじゃないんですね。テキサス州アーリントンにあります AT&T スタジアムで行われます。これ NFL のダラスカウボーイズの本拠地となるわけなんですが、この開催地の変更について、ローズボールのこの大会のね、運営者らがですね、カリフォルニア州に求めていた観客のスタジアム入場を求める特例措置をカリフォルニア州に拒否されてしまったために、今年はテキサスに変更になったということです。ねえ。
ねえ、まあ、これ賛否両論がいろいろあると思うんですけどね。そうですね。はいまあ今年は、ダラスで開催ということです。試合開始は午後1時です。見られる方もいらっしゃるんだろうな。時刻は8時28分です。さあ、この時間は海のしずくフコイダンについて伺っていきましょう。海のしずくフコイダンはフコイダン商品とは別でもう一つの商品を作られているんです。今日はその商品をご紹介いただけますか？はい、海のしずくエッセンシャルニュートリションという商品です。厳選した栄養成分を組み合わせ、食欲が落ちているとき、体力が落ちてきた時の栄養補給に最適な商品です。また、疲労回復や筋肉修復、免疫細胞のサポートにも力を貸してくれます。これは具体的に何が入っているんですか？はい、これユニークなんですが、青バナナから抽出されたバナファインという成分、そして体のエネルギー源となる必須アミノ酸、それからカルシウム、亜鉛、セレン、またたくさんのビタミン群も含まれています。やはり気になるのはお値段なんですが、はい、1袋あたり150カプセル入っていまして、これでちょうど1ヶ月分ですね。お値段は50ドルです。ボリュームディスカウントもご案内しています。いやでもこれだけたくさんのね栄養成分が入ってて、はい、この4、50ドルでしたらこれお買い得ですよね。お得だと思います。はい、この商品ですね、たくさんのご好評いただいて、特にここ 2,3 年でとても人気の商品になりました。フコイダン商品と比べて値段もお手頃なので、ぜひお試しいただければと思います。はい、海のしずくフコイダンへのお問い合わせは日本語専用のカスタマーサービスライン 866-658-2233 またはウェブサイト k フコイダン .com あるいは TCS ラジオウェブサイトのトップページのリンクからお願いします。さあ、勝美さん、いろんな方からですね、E メールで新年の挨拶をいただいております。まず、ラジオネーム熊蔵さんからいただきました。新年おめでとうございます。この TGS の番組をお聞きのリスナーの皆様へも、それぞれの場所でそれぞれの思いで新年を迎えられたことでしょう。TGS の番組とリスナーの皆様からお声掛けをしていただける喜びが何より心の友です。今年も、熊さんですね、を仲間に入れてくださいと。で、新海さん、今年もリスナーさんからのメッセージで笑い多き年でありますよう、振り回されてくださいと。そして勝美さん、新年おめでとうございますと。はい。ミュージックプロムナードも勝美さんの言いたい放題、ドキッとした発言、面白いですと。はい。健康第一で、いつまでも番組楽しみにしていますからねといただきました。ありがとうございます。熊さんから。そして、メリーランドのメリーちゃんからいただきました。2021年明けましておめでとうございます。勝美さん、新海さん、今年もお二人のラジオの放送を楽しみにしていますよ。本年もどうぞよろしくお願いいたします。今日はこちら予報では雨でしたが、ただいま曇りで初日の出が見られませんでした。ね。でもメリーランド、あの辺はいいなぁ、本当ね、メリーさん。ロサンゼルスはすっきりした空で太陽が昇っているのでしょうか。そうなんです。すっきりした空で太陽が昇っております。はい。メリーちゃん、こちらこそ今年もよろしくお願いいたします。そしてですよ、勝美さん、はい、もう一方、はい、メリーランドから、カオルさんです。カオルさん。カオル@MD、まあメリーランドですね。メリーランドからいただきました。金河新年。昨年はコロナのおかげで TGS ラジオに出会うことができました。だからコロナでね、家にいることが多くなって、このラジオを聞き始めてくださったんですね。メリーランドから。スポーツジムも閉鎖になっていた数ヶ月は楽しみも少なく、本当にこのラジオに救われました。小さい頃からいつもラジオがかかっている環境で育ったので、30年前にアメリカに来た時からラジオを聴いていましたが、どの曲でも同じような曲しかかからないんですよね。だけど TGS ラジオは洋楽、邦楽ともに幅が広くて好きです。秋からね、ジムが再開したので、最近は生で聴ける機会が減りましたが、YouTube で聴いています。で、金曜の夜は前の日の大人のラジオを聴きながら晩酌するのが最近の楽しみ。いいですね。いいですね。はい。今年もぜひいろいろな話題で盛り上げてください。いやー、メリーランド大好き。メリーランドから今日は、はい、お二方、ね、メールをいただきました。バルティモア。はい。ね、
でね、これ実は昨日の大人のラジオに聞いたんですが、今日ちょっと読んだら面白いかなと思って、ラジオネームトシグレイシーさんから、さて、山梨県のお正月の風習、ね、の話題ですと。もう勝美さんがこっちに来ちゃってからは、まあ、山梨から引っ越されてからはね、ないと思うんですけど、その前もなかったと思うんですけど、なんと山梨では門松の代わりに飾るものがあるそうです。ご存知でしたか？答えは、門松が書かれたポスター。ああ、なるほど。門松ポスターとは、門松がポスターに描かれているもので、スーパーやホームセンターで100円前後で手に入るほか、多くの自治体で回覧板とともに1家庭に1枚配られるらしい。飾り方は至って簡単で、門松ポスターを玄関の扉にペタッと貼るだけ。山梨では非常にポピュラーで、マンションやアパートにはお正月になると門松のポスターがずらりと並ぶ姿が見られるそう。ああ、なるほど。なぜ山梨県でこのような風習があるのかというと、太平洋戦争の時に、甲府が空襲を受けたことがきっかけ、で、戦後復興する上で竹を切らずに戦争でダメージを受けた山を保護しようという動きがあって、門松を自粛しようと山梨県全域で広がったと言われている、まあ諸説ありますがと。これ立派なことですよ。ね、これ山梨県だから。そうなんですよ。誇りに思いますね。いや、確かに、そうか、これって山梨以外の地域はないんですか？玄関先に門松が書かれたポスター、いろんなところに貼ってあるんですけどね、全国的なものだと思っていましたが、そんなことなかったみたいです。はいね、山梨。わしは山梨の出てござるからの。ね、そうです。二人とも山梨出身でございますので。はい。さあ、そして、ニックアットナッシュビル。ナッシュビルからね、聞いてくださってるニックさんも、チャットに入ってきてくださいました。朝は大雨だったのに、いきなり晴れて暖かくなってきたということですよ。チャット見てますとね、奴隷解放の音っていうのがたくさん入ってるんですよ。そうですね。ランドロさんが言ったもんだから。ただ、そこでね、一言言いたいのがね、奴隷解放でね、重要なこと、アメリカの二大政党というと、民主党と共和党があるんですけども、奴隷制に反対して立ち上がったのが共和党なんです。そういう歴史はね、ありますよね。だから、今年もね、いろいろ昨年も選挙でもっていろいろあったけども、共和党と民主党、共和党がいわゆる人種反対なんです。ということをね、これはね、付け加えておきたいと思いますね。さあ、では、リクエスト曲お送りしましょう。ラジオネーム、越後のゆうりさんからいただいていた曲お送りしましょう。いいですね。この曲はね、今日かけなかったんです。お送りします。U2 です。New Year's Day。
まさに今日にぴったりの曲、タイトルがね、U2 の New Year's Day をお送りしています。さあ、このところですね、こういう交通情報のお伝えの仕方をするんですが、やはり交通状況流れてますね。はい。はい。若干流れが悪くなっている箇所はあるんですが、渋滞まで至っていません。この後もですね、ぜひ安全運転をお続けください。時刻は8時39分です。お送りしたのはラジオネーム越後のゆうりさんからいただいたリクエスト曲 U2 の New Year's Day でした。そうか、新潟か。乾杯。時刻は8時40分です。この後はロサンゼルスのですね、現在の総領事、武藤総領事のご挨拶をお送りします。世界中の感染拡大を克服する必要があります。すべての国や地域が例外なくコロナ禍を克服しなければ、オリンピックを安全に開催することは困難です。今大会をコロナ禍を克服し、人類の福祉と繁栄と共に祝う祭典として開催することが、我が国の最大の目標です。その実現を目指し、大会の安全安心な運営が最重要な原則として掲げられています。また、2021年は東日本大震災から10周年、復興を遂げた被災地の姿を世界に向かって発信する場でもあります。福島には昨年2月末に福島水素エネルギー研究フィールド FH2R が完成しました。この施設は 100% 再生可能エネルギーから水素を製造する世界最大の施設です。
これによりクリーンで低コストな水素製造技術の確立を目指します。2021年3月25日には福島から聖火リレーがスタートします。聖火リレーが新しい時代の日の出として希望の道を照らし出す。それがコンセプトです。日本はカーボンフリーな水素を新しいエネルギーとして活用し、2030年までに水素社会を実現することを目指しています。クリーンな水素エネルギーを世界に広げていくためには、当地でも水素社会を実現することが重要です。ぜひ皆様と共に水素社会のモデルを当地南カリフォルニアにおいても作っていきたいと思います。日本と米国は多くの市民交流によって支えられています。2020年8月にはカリフォルニア州ランチョ・パロスペルデス市と栃木県さくら市が国際友好都市を締結しました。さくら市は2001年度から延べ約350人の中学生を現地の中学校に派遣されており、このご縁で国際友好都市を締結されたと伺っております。日本と米国との関係はこのように両国の多くの方々による長年の友好親善により支えられてきています。このようなグラスルーツの努力と交流の積み重ねが日米同盟を支えることに深く結びついています。当地で活躍される在留邦人の皆様、日系企業の皆様、日系米国人を含む日系コミュニティの皆様が築いてこられた信頼の絆に改めて深い感謝と敬意を表します。当館としてもより一層あらゆる側面での日本との関係を強化させていく所存です。本年も皆様のご意見ご提案をいただきながら、各種サービスの充実、日系企業支援、さまざまな分野での交流促進や発信に取り込んでいきますので、何卒よろしくお願い申し上げます。唐揚げ専門店天下鳥。今日も元気に美味しい唐揚げを皆様にご提供できるよう頑張ります。事前に電話オーダーをいただければ待ち時間なしでお渡しできます。天下鳥の唐揚げはグルテンフリー、ノー MSG。ガーデナ店は東京セントラルフードコート内。営業時間は午前10時から午後8時。コスタメザ店はブリストルとベーカーの角で午前11時から午後9時までの営業。唐揚げ天下鳥。さあ、新年1月1日ということで、武藤総領事もね、はいちゃんと TGS ラジオ宛てにご挨拶をしてはい。くださいました。ありがたいですね。はいね、まあもうこうやって1月1日になったわけですけど、まだまだこの時間、どうでしょう。ニュースたくさんありますよね。たくさんものすごくあってね、これ運んでくるのがね、重いんですけどもね、はい、いつもね、冒頭にあれするんだけども、コロナの方のね、世界の感染者数っていうのは8000万も超えていますよね。はい、8303万、7387人、亡くなった方が181万1128人。すごい数字なんですよね。この数字っていうのを考えるとね、念頭のその言葉っていうのがね、なんかね、出てこなくなっちゃうんですけどもね。そうですね。はい、まあ、今年はね、なんとかこれがね、収まっていく方に願いたい。願いがね、届くかどうか。はい。ですよね。はい。それからこれ、ニュースに行きますか？はい、ニュースに行きましょう。はい。国際ニュースですけども、これは日本にも非常に日本にっていうか、日本だけじゃございませんけども、イギリス側の EU、ヨーロッパ連合からの離脱に伴って、日本、イギリスの間で結んだ EPA、経済連携協定が元旦に発効しました。協定では、日本とEU の EPA をおおむね踏襲して、日本から輸出する自動車の関税を2026年に撤廃する一方、輸入される農産品については新たな関税の負担は生じないことになっています。また、電子商取引の分野では、ビジネス上必要な企業のデータややり取りに対して両国が介入することを制限する措置を講ずるなど、これまでよりも高いレベルのルールを規定しました。一方、難航していたこのイギリスと EU 間の自由貿易協定なども
先月の末に合意に達しましたよね。うん。その結果、イギリスの EU 離脱の移行期間の間も現地で活動する日本企業に広く関税がかかる事態は避けられるとうん。いうことになるところだから大きいんですけどもね。日本国内ですけども、個人のお財布、はい。財布や企業の金庫など、市中に出回った年を越すお札の総額。おー。これははいね、タンス貯金ですよね、家庭で言タンスったら。貯金ですね。それがね、総額が118億円。ああ、日本国内でね。日本国内。過去最高を更新してるんですよ。まあ、これコロナの影響でね、先行きの、不透明感が強まる中、手元にお金を置いておく個人、ね、やっぱり、キャッシュインしておきたいなという方が、はいはい。気持ちとしては多いと思うんですけどもね、うん。その結果、この銀行に置いてもね、うん。金利が低いでしょ。はいだから、はいはい。それもあるんだけども、危険防止のために、まあ、現金を家に置いとこうと。うん。でも気をつけてくださいね、これね。そうそう、家に置いてあるっていうのはね、やっぱり。そうですよ。これがね、118兆3282億円。おー。すごい数字になりまでした。すね。ところでね、今年はね、うん。東京オリンピック、パラリンピック、うん。あと7ヶ月ですよ。そうなんですよね。これね、どうなるかいと。や、もうあっという間ですよ、多分。コロナから言ってね、うん。実はこれがね、非常に心配な1年延期された東京オリンピック、パラリンピック、はい。今年の夏の開幕に向けて準備が進められています。しかしながら、コロナウイルスの感染拡大が世界で依然として続く中、7ヶ月後にどのような形で開催できるか、関係者は難しい舵取り。そうなりますよね。そうなんですよ。東京大会ね、これ1年延期されて、オリンピックが7月の23日、今年のね。はい。それからパラリンピックは8月24日に開催なんですけどもね。春には観客の数の上限を決めて、3月には聖火リレーがスタートするでしょ。4月にはコロナ対策を入れたテスト大会が本格化して、6月までには各競技で代表選手が決まるという、これが予定なんですよ。そうですね。今年ですよ。しかしね、代表選手を選ぶ大会の世界各地でうまくできるのかと。まあ、この問題が山積しておりましてね。本当そうですよね。これ、2年延期となったらどうなんだろう。ね。日本国内でもね、NHK の世論調査によりますとね、30% ぐらいの方がね、中止すべきだと。っておるんですよね。で、開催すべきというその声もね、上回っておるんですよ。こういう状況でね、これね、なんとか、ほんとね、もうこれ以上ね、伸ばさずに行きたいんだけど、どうなんでしょうね。いけるかどうかな。乱太郎さんもね、今メッセージでくださってるんですけど、確かに私もこの情報を読んだことがあるんですけど、今年もしできなかった場合、なんかは東京オリンピックを、このロサンゼルスオリンピックの次、だから2032年に開催してもいいんじゃないかっていう動きもあるみたいですよね。だけどこれね、そうなったらね、もう、ずいぶん先の話になってしまうわけですこれはちょっとどうかな。だってロサンゼルスオリンピックの方があるでしょ。そう、まずはね、東京はまああったとして、で、パリがあって、で、ロサンゼルスが2028年ですよね。で、その次に持っていってもいいんじゃないかっていうふうにもね、なってますけど。あるんだけれどもね、なんとかうまくいきたいですね。そうですね。ところが、さてね、経済ニュースなんだけども、このね、コロナの発祥地であるね、中国なんですけどもね、中国の今月の製造業の景況感を示す指数っていうのがね、小幅に低下したんですけども、景気判断の節目となる水準を10ヶ月連続で上回りましてね、今月とこれ12月、先月なんですけどもね、中国経済の持ち直しが続いていることを
示しておるんですよ。これ製造業の PMI って言いますよね。購買担当者景況感指数なんですけども、中国の国家統計局が毎月その発表しておりますが、これは製造業3000社を対象にこの調査した結果なんですけどもね、31日に発表された12月の製造業の PMI は 51.9。はい。先月よりも 0.2 ポイント低下したんですけれども、景気の判断の節目となる50は上回ってるんですよ。これはね、コンピューターや通信機器など幅広い業種で生産と新規の受注がいずれも高い水準であったこと、それから新規の輸出向けの受注を示す水準を、節目の水準を上回ったことなどが要因となってるんですけどもね。はい、まあ、それからほら、ニューヨークの昨日のね、ニューヨーク市場も上がったでしょ？上がって終わってますからね。ねえ、ナスダックなんか一段で 40% 上がってるんですよ。ね、ナスダック。すごいんですよね。IT 系が多いのがナスダックでしたっけ？そうですよね。あるですよね。3万ドルの台なんていうのはね。そうですね。ものすごいんだけど、日本の大納会も、これ31年ぶりの高値でございましたから。ああ、そっか。それで終わったわけですね。高値ですからね。これ、出してね、どうなんだろうなっていうね、感じもするんですけどもね。ところで、今一つ、アメリカの世論調査機関のギャラップ。ギャラップありますね。ギャラップが発表したんですけども、世論調査で、アメリカ人が最も尊敬する男性、アメリカ人が最も尊敬する男性、ドナルド・トランプ大統領が2年連続で1位になっています。ということですからね。それね、何人ぐらいにどういう状況で聞いたんですかね、それがね。ということで、1位になっておりますけどもね。今月の6日ですね、まずね。6日。ね。6日に最終が、正式なね、議会から発表されるんですけども、その前に5日に、ジョージア州のそうですね、上院のね、上院選挙が。これがキーなんですよ。これがキーです。上院のいわゆる数がどうなるかということでね。これが大きな動きの変化の起点になると思います。さあ、時刻は8時56分にたった今なりました。1月1日のね、LA モーニング、お送りしてきました。今年もですね、この TGS ラジオは、本当に小さな、ラジオ局ですので、大きなことはできないんですが、とにかく、ラジオの前のあなたの、もう本当に隣にね、いるような、もう友達でいられるような、番組作り、そして局にね、なっていければな、というふうに思います。もう、いや、小さいと言ってもね、発信は小さいですよ、この小さい発信。世界向けですからね。そうですね。世界向け。全世界ですよ。これはね、私はね、非常に誇りに思っております。そして今ね、勝美さんも、言われた通り、世界とね、もっと、他にもね、例えばオーストラリアとか、イギリスにも日本語のラジオ局があるそうなんですけど、そういうところともね、つながっていけたらな、なんていうふうに。そう思いますね。というか、この世界向けの放送、ロサンゼルスのこの小さなこのスタジオから発信しておりますのでね。どうぞ皆さんね、お聞きになってください。ぜひよろしくお願いします。最後に、インディアナで聞いてくださってる K さんも今入ってきてくださいました。明けましておめでとうございます。インディアナで聞いてくださってますね。インディアナ。バックトゥインディアナ、デキシーランドです。さあ、そしてそのデキシーランドじゃないですが、デキシーランドっちゃデキシーランドか。カウントベイシー。これ、カウントベイシー。始まった。カウントベイシー。アメリカのね、メインストリームジャズ、カンザスシティスタイル。種類派でございます。カウントベイシーで、いつものおなじみのね、ジャンプしましょう。ジャンプになって打つさい。
さあ、お送りしてきました LA モーニングお別れの時間となりました。今日はですね、もちろんこの後9時15分頃から勝美さんの番組ミュージックプロムナードインターネットラジオでお送りしていきます。ぜひこちらもお聞きください。そうね、最後ちょっと一つ読めなかったんですけど、ラジオネームゆめちゃんメッセージありがとうございます。明けましておめでとうございますと。ずっと聞いてくださっているということで、今後もですね、ぜひよろしくお願いいたします。さあ、ということで、お別れの時間となりました。今日もお付き合いくださいまして、ありがとうございました。お相手は私、新海圭樹と、和美圭一でした。ちょっとの間、ごきげんよう。はい、皆さんありがとうございました。はいはい、どうもどうも。ジャパンの皆さん、ありがとうございます。世界の皆さん、ありがとうございました。メリーランドはお二人からいいメールいただいたんだ。ね、だってメリーランドも聞いてるし、ナッシュビル、インディアナ、シアトル。ね、あとそのうちヨーロッパからも反響がありますよ。ね、ヨーロッパ。ヨーロッパ、原っぱからあるかなはい、さようでございます。はい、ヨーロッパ懐かしいな。いいですね。ちなみに、あれらしいですよ。明日は、かすみさんの好きな澤玉木さんの誕生日らしいですよ。明日、そう。ね、そう。玉金ですよ。懐かしいな、あの人は。玉金出ました。ともちゃんとかね。はい。懐かしいね。懐かしいですよね。ああ人たちと交流があったからな。はい。さあ、ということで、皆さん、今日もありがとうございました。はい。ありがとうございました。また週明けお願いいたします。そう、玉金でした。たまたまいいんですよ。たまたまいいそうです。はい、目覚めるよね。はい、金でございます。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。では切ります。よいしょ。はい、では終了しました。はい。